今回は肥満薬で注目のティッカーシンボル LLY が2024年4月30日に2024年 Q1 の決算を発表したので、その解説をするよ。売上高は 8.7 ビリオンダラーで、成長率は 26%。EPS は 2.58 ドルで、成長率は 59% だったよ。CEO のコメントとして、Q1 はマンジャロとゼップバウンドの強い売上で、堅調な前年比売上成長を実現したと言っているよ。マンジャロは糖尿病薬、ゼップバウンドは肥満薬で、どちらも好調だったよ。短中期では生産がボトルネックになると言っているよ。主要な薬剤の売上はこちら。糖尿病薬であるマンジャロの売上は 1.8 ビリオンダラーで、前年比と比べて大幅に増加させたよ。肥満薬であるゼップバウンドの売上は昨年末に発売したばかりで 0.5 ビリオンダラーだったよ。乳がんの薬も伸びているけど、売上高の増加分の大部分はマンジャロとゼップバウンドの増加分となっているよ。ちなみにマンジャロもゼップバウンドもチルゼパチドという同じ薬剤で、糖尿病患者向けにはマンジャロ、肥満症向けにはゼップバウンドという名前で販売しているよ。ちなみに欧州では両方ともマンジャロという名前で販売するよ。マンジャロは米国外でも286ミリオンダラーの売り上げがあるよ。グローバルにも販売が広がってきているよ。こちらが売上高の推移で、赤のところが新製品だよ。新製品の中にマンジャロとゼップバウンドがあり、他にも2つの薬剤があるけど、売上規模から見るとマンジャロとゼップバウンドがほとんどだよ。赤の部分が LLY の成長のほとんどを作っているのがわかるように、この2つの薬剤が LLY の成長を作り出しているよ。2024年のガイダンスも売上、EPS ともに上方修正したよ。強気だね。肥満薬のゼップバウンドに関して、2023年11月8日に FDA 承認されたよ。4月1日時点で、商用セグメントの約 67% にアクセスできているということだよ。マンジャロの複数容量のクイックペンが EU に承認されたよ。欧州ではマンジャロの名前で糖尿病と肥満症の両方に対して売っていくよ。チルゼパチドについて、これはマンジャロとゼップバウンドの薬剤の名前だったよね。睡眠時無呼吸症候群に関する試験結果も最近発表したよ。睡眠時無呼吸症候群の中等度から重度は、米国で2000万人以上いると言われているよ。その7割が肥満だよ。肥満薬としても効果があるチルゼパチドでフェーズ3の試験を行ったよ。睡眠時無呼吸症候群には、パップ療法という医療機器を使った治療法があるんだけど、その治療をしていない人に対しても、AHI、無呼吸低呼吸指数が低下したよ。パップ療法がある場合でも、AHI、無呼吸低呼吸指数が低下したよ。チルゼパチドは、睡眠時無呼吸症候群にも効果があるんだね。開発のパイプラインがこちら。赤で囲んだものが肥満薬だよ。フェーズ3に3つ、フェーズ2に2つ、フェーズ1に1つと、肥満薬に関しては、多くの開発中の薬を持っているんだね。2024年の想定されるキーイベントはこちら。右側に、チルゼパチドを慢性体重管理で日本へ申請とあるね。承認されれば、日本でも LLY の肥満薬を使えるようになるね。こちらが、決算カンファレンスコールの抜粋。チルゼパチドの需要は非常に強い。マンジャロ、ゼップバウンドを毎週何十万の人が必要としてるが、処方の遅れに直面して人々はフラストレーションがあることを理解しているよ。供給の拡大に精力的に取り組んでおり、今年後半には出荷量の大幅な増加が見込まれるが、それでも需要は引き続き供給の増加を上回るよ。非常に大きな需要に対して
供給がまだまだ追いつかないということだね。今年後半には昨年後半と比較して生産可能量を 1.5 倍にするよ。しばらくは売上よりも供給を見ていくことが大事だね。生産動向の質問に対して、建設中または準備中は、ノースカロライナ州で2カ所、アイルランドで1カ所、インディアナ州で2カ所、ドイツで1カ所の6サイト。7カ所目は購入したばかりで全て稼働中か建設中の状態だよ。生産も急ピッチで進めているね。リリーダイレクト、これは LLY の直販の仕組みだね。に関して、消費者による利用状況を見ると、ここ数週間で勢いが増しているよ。ゼップバウンドを見ると、リリーダイレクトを経由する量は比較的少なく、NBRX、処方箋枚数のことだよ、の方がわずかに多くなっているよ。リリーダイレクトを通過するものは、デフォルトでは IQVIA によって取れないとのことだよ。直販の場合は、IQVIA 社の既存の処方箋データでは捉えきれないということだね。ゼップバウンドの改良の余地についても質問もあったよ。ゼップバウンドとビマグルマブのような筋肉刺激剤との組み合わせで筋肉量の増加と脂肪量に対する女脂肪量の比率を増加させたいとのことで現在研究中だよ。あと、消化器系の副作用の少ない薬を開発したいとのことだよ。LLY の冷やしチャートはこちら。決算後、ギャップアップして上昇したね。最後に LLY 以外の肥満薬銘柄の動向をまとめておくよ。ティッカーシンボル NVO 肥満薬の大手だけど5月2日に決算発表があるよ。こちらも注目だね。ティッカーシンボル VKTX。注射薬のフェーズ2と飲み薬のフェーズ1の試験で成功したね。すでに決算発表済みだけど、カンファレンスコールの中で飲み薬の試験はまだ続いており、何らかの中止理由が出るまで容量増増を続けるよ。すなわち、薬の容量はまだ増やしていくとのことだよ。追加コホートの結果は2024年半ばにわかるとのことだよ。結果が楽しみだね。肥満薬に関しては、以前の肥満薬や VKTX の動画も参考にしてね。それじゃ、また次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。